皆さんどうもこんにちは。刀の舞さんです。ちょうど1年前にこの YouTube チャンネルを開設したのですが、この1年間は数本しか動画を公開することができませんでした。いくつかの理由があったのと、実は今後の生き方に関わる大きな出来事もあったので、仕切り直しということで、今回は改めて私の自己紹介とこのチャンネルのコンセプトについてお話ししていきたいと思います。仕切り直しのついでにナレーションの字幕を挿入してみました。多言語字幕もつけているので、海外の方はよかったら字幕機能を使ってください。まだどんな国の方が見てくださるかわからないので、もしこの国の言語もつけてほしいと要望がありましたら、ぜひお気軽にコメントください。ちなみに今回は昨年の11月、ドイツでの商談試験の前に師匠に特別稽古をしてもらった時の動画を背景にお話ししてみます。家に帰ったら復習しようと思って動画を撮らせてもらったと思いますが、動画は結局あまり見ないです。さて、改めて自己紹介ですが、私は日本の横浜市に住んでいます。結婚していて、夫と2人暮らしです。メインの仕事はエステサロンとシェアサロン、私が開発したメニューのセラピスト養成スクールの運営をしている会社経営者です。サロンでは今も現役でお客様の対応をさせていただいているのと、もともとが病院で心理師の仕事をしていて、公認心理師という国家資格も取得したので、メンタルカウンセリングもお受けしております。開発したメニューの普及のため、協会を立ち上げ、代表理事の活動もしております。もうこれだけで動画が作れなかった理由は想像できるかと思いますが、シンプルに忙しく余裕がありませんでした。今年こそやるぞと思っていたところに、冒頭でお話しした大きな出来事があったのですが、2月半ばに突然意識を失う大きな痙攣発作を起こして救急搬送されまして、転換と診断されました。実は20年前、まだ18歳の時に私は脳卒中を発症し、その時も痙攣発作を経験していたので、自分でもあの時と同じだとすぐ分かったのと、本当にラッキーなことにたまたま休日で、しかも寝室にいたので、なんとか体をひねってベッドにダイブすることができ無傷でした。しかしそこからしばらくしびれや震えが続いて不安な日々を過ごしていたのと、ちょうど会社の決算の時期にぶっ倒れましたので、体調がある程度回復してから先週までは文字通り泣きながら経理作業をしておりました。転換という病気について今回いろいろと勉強したのですが、私の場合は脳卒中で傷ついた部分が原因の症候性転換という分類となりますが、疲労やストレスなど何らかの影響で電気信号の異常が出て発作が起きてしまったのだろうということです。昔脳卒中を起こしたのは左半身の運動領域なので、若干の麻痺があり、以前から気を抜くと足を引きずる歩き方をしてしまったり、左手で手を振るのができなくなったりはしましたが、そこまで不自由なく生活していました。痙攣発作は誰でも起こる可能性があるそうですが、脳波検査で異常が出たり、人生で2回以上発作が出ると転換と診断され、これからずっとお薬を飲んでいくしかないそうです。逆にこれまで20年近く病識がなく野放しで生きていたことを考えると恐ろしいというか、例えば今発作が出やすくなるのでお酒は極力控えるように言われていますが、プロフィールに書いている通り私はお酒が大好きで、つい1月も浴びるほど飲んでおりましたし、一人飲みも大好きだったし、飲んでる時に倒れてたらどうしてたんだろうなとか、あとは例えばドイツに行ってる時に倒れたらどうなっちゃってたんだろうとか、考えてもしょうがないですが、病気について調べれば調べるほど発作時の事故や突然亡くなる方が多いそうなので、20年前の発作もたまたま動かない椅子に座っている時で無傷だったのと、実は4年前も不注意で大きな道路で自転車で転んだことがあったものの、車が来る前に通りかかった人に助けを起こしてもらって大事故にならなかったので、今回の発作で無傷で本当に良かったと思ったのと同時に、功利主義者の私でも
もしかして守られているのではって一瞬思ってしまいましたし、せっかく生かされているのならまだまだ人生でやるべきことが残っているなと実感しました。もともと私は仕事が大好きで、一日中仕事漬けでも全然苦はないタイプの人間ですが、そんな私が居合道を始めようと思った最初のきっかけは、どうしても許せない人間がいたからです。それだけ聞いたらめちゃくちゃ怖いと思いますが、そのうちの一人は私自身でした。昔からとても気が弱くて、言いたいこともうまく言えず、そのせいで大きな人間関係のトラブルが重なってしまった時に、自分の弱い心を強くしたいと思って道場の門を叩きました。今年で6年目ですが、今では師匠も時々面食らうほど思ったことをはっきり言える人間に成長したと思います。そんな居合道の魅力をインスタグラムで発信し始めましたが、私の本業で手掛けるいくつかの講座の特典として、受講者様に直接会いに行き、サロンの紹介動画と対談動画を作らせていただいているので、その土地の歴史的な名所も訪れて Vlog にしたら、ニッチなエリアの日本の魅力をお伝えできるかなと思って Vlog チャンネルを作りたいと思いました。余談ですが、今大笑いして2人とも床に崩れ落ちておりますが、私は本当に頭の切り替えが悪くて、直前にやっていた方がごちゃ混ぜになっちゃったりします。話を戻しまして、それとうちの師匠は海外にお弟子さんがたくさんいらっしゃるので、居合道や日本文化を通じて国際交流ができることや、こんなに日本の歴史や文化に真摯に向き合う海外の方々がいることを、逆に日本の皆さんにも知っていただきたいと思いました。海外と日本の架け橋になるような活動をお届けすることがこのチャンネルの目標です。メインの仕事も全部一人でやっていたので、なかなか始められなかったですが、昨年ついにスタッフさんたちを育成してサロンの仕事はかなりお任せできるようになったからこそ、このチャンネルもスタートすることができたので、倒れてからはまだまだ自分で抱えていた仕事が多すぎたことを反省し、今年はもっともっとスタッフさんたちに頼ってチームで動いて、このチャンネルの動画もたくさんアップしていきたいと思います。そんなわけで、かれこれ3年ほど前から構想して、出張に行った時やドイツのお弟子さんたちとの交流の動画を撮りためていましたので、季節感ですとか時系列も無視で全部公開したいと思っています。今は懐かしいコロナ禍でマスクで移動中のロングヘアの私とか、夏の時期にクリスマスのドイツの動画とかがアップされるかもしれませんが、気にせず楽しんでもらえたら嬉しいです。というわけで今回は私の自己紹介とこのチャンネルのコンセプトのお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録で応援してくれたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。